ちら私のお部屋となっております。こちら汚いですね。これを、私の野望である何とは言わないんですけど、叶えるためにちょっと掃除をしていきましょう。はい、レッツゴー。まずはなんですけど、この汚ねえような本棚をここに移植したいんですけど、こいつを移動させるために場所を探してるんですけど、場所を消せるために下のコーナーを削るっていうことをします。まずここをきれいにします。映ってるかな？ OK、行きましょう。で、まず、ここなんだけど、このガンプラを移動させるために、場所でここを思い出したいんで。で、今移植しよう。上にガンプラ置いたじゃん。あれは、多分置いても入りきんやと思う、多分。だって蓋開いた状態で全部乾杯するやん。でさ、ちなみにさ、ちなみにやけどさ、この台の上あんまり荷重乗せられへんで。むしろ本の下に置いた方がいいかもしれない。でもさ、スペース足りる？横向きに。だからちょっといろいろ考えてみ。多分ね、お姉ちゃんも上にはあんまり置きすぎてないと思う。置けばいいんじゃね？ただその前にこの中も片付けなあかんけど。そこから全部これタッチペンです。なくすねよ。これ置いてない。ほら、これ全部詰め込んどるこれ。お金はだろ。ほらね、ほら。これはいるんだよね。思い出は一緒。これはで、ここのままに入るの。普通に入るか、多分。どう？これでもう一個入るかな。もう一個は手前になっちゃうんじゃない？アンパンマン続き買っとんの？いやー、話気になるんやけどさ、何巻まで買ったんですよ？今一応、30何回やったっけ？そんなにも買ったの？こっちか、33まで。掃除が終わりました。こちらです。はい。これ立っております。この机を1個減らしたことによって、スペースができたので、これを縦向きからこっちからね、こっちに変えてみて、ここに私の野望を作る予定です。はやがこっそり掃除を始めて1週間経ちます。さあ、部屋の様子どうなってるんでしょうか？汚くなってるんですけど。そこ割り切るの？なんかあそこ落ちてるんですけど。マスクやな。マスク？はい、ということで、はやがね、一生懸命掃除して綺麗になっています。あそこの中も大丈夫？そこ見た方がいいと思う。だってさ、やで。まあ、汚くはないな。下の方が気になる。はい。はや、突然部屋をきれいにした理由って何ですか？ここにパソコンを置く。パソコンを置く。なんでパソコンを置く？いや、今自分がやっとるゲームが、モバイル版やとちょっとモバイル版以外に PC やりたいと思ったんやけど、スペック的にノートパソコンじゃ無理やった。いろいろとあなたに申し上げたいことがあるんですけど、別にね、パソコン設置はいいんですよ。でもただママ不安があるんです。あなた今スマホとか触れてるのって、音上で触れてますよね。はや中学校上がってから、テストの点数がちょっと厳しいのであれば一旦電子機器全部回収しますよって言ってるんですけど、今それに該当してるんですよ。ただ苦手な教科があるんだけど得意な教科も頑張ってるから、じゃあ次回も頑張ってねって言って OK 出します。ただし違うんですよ。
ゲーム時間恐ろしいことになってるの知ってます？その状態でパソコンを導入するのはどうかなって思っているのはあります。だってそれとは無制限でやっちゃうよね。あなたそこら辺どう思っとんの？どうするべきなの？この1週間ずっと姉ちゃんに言われとったよね。ちょっとスマホの利用量1日5時間超えてるよって。あなた何時間触っていいんやったっけ？2時間。オーバーしとるんやけど、全ての電子機器を通算して合算して2時間のはずなんですけど、これそこでゲームやり始めたら携帯ではダメですよ。あなた1回で終わったからっつって2階に来てなんかやったりとかしてるけど、でそれをさ、例えばやりすぎなんじゃないって妹に言われた時あんたブチギレるでしょ、すぐに。それ違うでしょ。旗から見ておかしいよって言われてるのにブチギレてたらあかんのやって、あ、言われたらやめなあかんとか言って思うぐらいならいいけどさ、どうしたいの？一応ね、パパがもうすべての画面からパソコンからもうすでに用意してあります。なら、あなたのパソコンではないね、パパのパソコンを貸し出したよ。触れるのはノートパソコンと同じ時間帯の7時から最後にされるのは9時までにして、触れる時間は2時間と同じくらいにする。でもさ、その2時間って守ってないんだけど、最近なんかたまに携帯なくてさ、2回上がってる時あるよね。あいつなんか携帯ないんやけど2回おるけどとか言ってる時チラッとあるのよ、何回か。知ってるの？ママ言わなかったけど、だから多分おそらく2階で使ってんだろうなと思ってるけど、2階は基本使用禁止になってるからね、あなたはまだ。2時間信用して使ってもらってもいいです。携帯とパソコン通算で2時間？もっと増やしてほしいの？例えば1時間プラスで3時間？別にいいよ、3時間。で、それにする対価は？勉強頑張ります。いや、それは当たり前なんで。別にママは設置することは何とも言わんねんて。ただそれをやったことによって成績が下がるとか、勉強しないとかで、約束しとった時間をオーバーするとか、お手伝いがないがしろになるっていうのは違うと思うんて。そこだけよ。ちょっと問題点をどう解決するかだよ。まず時間は朝の7時から9時まで。9時まで。その代わりやることやってからね。宿題とか夏休み特にそうだよ。やってからやるのならまあ OK しましょう。7時からなら。テストの点数で同じですよね、電子機器だから。下回ることがあれば取り上げでいいんですよね。ぐだぐだ言わない？その時に、取り上げた時にあなた絶対言うよね。言うよね。多分言うよね。それ大丈夫？ママたちも設置するのめんどくさいから何度も取り上げたりはしたくないのよ。要するにあなたが取れればいいのよ、点数を。何を心配してるか、高校に行けるかどうかをまず心配してるから、ママたち。高校に行ったら卒業できる程度のことをやってくれれば別にパソコンいくらでも触ってもいいんだって。とりあえず夏休み明けすぐテストあるんでしょ？ある。それ次第だよ。それ次第でゲームの時間を増やしてもいいんだし、悪かったらじゃあどうしようかな、モニター持ってきますそれでいいの？まあスマホと一緒やね。スマホもだって取り上げられるからね。まずこれで一旦やってみて、ちょっと改善点直したり。それはいいよ。でもう改善点求めるんだったらちゃんとレポート用紙にちゃんと何がどうかっていう箇条書きにして提出ね。厳しいかと多分ね、世間の人が厳しいんじゃないかって言うかもしれんけど、だってそうしないとあなたできないでしょ。だよね。あと何、今これ勉強のこと言ったでしょ、で時間言ったでしょ。あとはなんだ、あとこの部屋汚かったらモニター持ってきます。あなた学校から帰ってきてゲームやろうと思ってもモニターがないからねまあその判断はママ一人じゃなくてパパに聞いて、パパの「はやの部屋どうやった？」って「あ、汚いぞ」って言ったら「じゃあ撤去しようか」みたいな。それでも大丈夫？だってあなたが部屋散らかさなかったらいいだけも。はい、皆さん見ていてくださいね。はい、この部屋です。この部屋、はいはい、こんな感じです。今ねこれ勉強してるので、ここら辺はまあ汚い
いいけど、よしとしましょう。なんでかって言ったら、電子機器なので、ほこり溜まったら発火するんですよ。はかか。そう、家燃やしてもらったら困るので、片付けてください。はい、まあ、それが OK ならね。ええ。ちなみに、イヤホン禁止で、あなた耳遠くなってってるでしょ、最近。あの変なイヤホン使っとるで、カラオケになるっていう。夜中にやってて音がうるさいっていうなら、ちょっとイヤホンと思うけど、日中しかやらないんだったら、イヤホンはまずいらないと思います。聞こえる範囲でやってください。あとゲームやりながらいきなり叫び出すのやめてよ。最近多いからね。うるさいっつっても叫んでるから。その時は下からガガガガガってうるさいとか言って言われるからね。それぐらいの常識ある音でお願いします。はい、じゃあパパに設置お願いしてください。ダウンロードも禁止にしてるよ。すげえ。誰打ち？おお、すげえ。俺はクリア。これあとつなげんだよね。よう全部引っ張んなよ、そっちじゃねえわ。もうねえよこっちに。聞こえへんの。この辺、この辺。今度。あとはもう自分で分かるの？できる。スピーカー、音出えへんけどいいの？止まった方じゃねえよ。スピーカー届くやつイヤホン